日本三大桜の一つ、三春滝桜を紹介します。福島県の中央部に位置する三春町に滝桜は生育しています。樹齢約1000年のベニシレレという品種です。樹高は 13.5 メートル、根回り 11.3 メートルと堂々とした巨木です。桜の花がしだれた枝に沿い咲いている様は流れ落ちる滝を申せます。この木の枝が垂れる性質はなぜ起こるのでしょうか。突然変異で植物ホルモンのシベレリンが不足し、枝の上部の組織が硬くならず、枝自身の重みに耐えられず、枝が垂れると言われています。2023年4月1日の訪問です。例年より早い開花です。観応料を支払い、通路入り口すぐのところでトンネルに入ります。トンネルを出ると通路の脇に軽食、お土産の店が並んだ広場があります。帰りには寄って必ずお土産を仕入れます。通路脇の木々も花盛りです。春の花の梅、桃、桜の3種類が同時に咲くので、この地域一帯が三春と呼ばれるようになったとの由来を思い出しました。滝桜が見えてきました。滝桜の周囲には滝桜を中心に半径30から40メートルの周回遊歩道が整備されています。駐車場からの通路は周回遊歩道の一番低い場所に接続しています。周回遊歩道の円を時計に例えると6時の位置になります。駐車場からの通路と周回遊歩道の接続部分から滝桜に近づけるようにアプローチがあり、滝桜の根元に5から10メートルのところまで近づくことができました。ここには祠があり、滝桜の正面になっています。滝桜を仰ぎ見ると、薄いピンクの花をつけた枝の向こうに青空が見え、綺麗なコントラストになっています。樹齢1000年の巨木に包まれているような感覚になりました。反時計方向に移動し、4時の方向から滝桜を眺めます。桜の花の大きな塊が幾重にも重なり、重厚な雰囲気を漂わせています。この角度から見る桜が私にとってベストな景色でした。
3時の方向には1925年に建てられた碑があります。1922年に滝桜が天然記念物に指定されたことを記念して建てられたようです。碑文を読むと、この木は中郷村大字滝にあるとあります。今まで垂れた枝の花が滝のように見えるから滝桜と命名されたと勝手に信じていて、詩的な命名と感心していました。しかし、地名に由来した命名だったようです。勝手に想像を膨らまれていた自分が恥ずかしくなりました。この木の美しさが昔から広く知られていた詳細も示されています。天保の頃に活躍した有名な歌人、鴨野清隆がこの木のことを歌に読み、同じ時代の弘覚天皇がこの木の美しさに感心され、記録に残されていると記されています。また、古よりこの木が大事に扱われていたことをも記されています。江戸時代にこの地を治めていた三春藩はこの木を保護するために竹の柵で囲うことを村人に命じています。費やした労力や畑の面積の減少の見返りに税の減免を約束。最後に史跡名勝天然記念物調査委員の調査に基づき1922年に桜の代表的巨樹として天然記念物に指定された正当性が記されています。この時日本全国で3本の桜の巨樹が天然記念物に選定されたことが日本三大桜と呼ばれている根拠になった。優れた景色を持つ桜の群生が日本三大桜の名所として選定されているので少し紛らわしいです。時計の3時の位置から反時計回りに9時の位置まで連続して撮影した映像をお楽しみください。
時と7時の位置からの映像を上げます。お楽しみください。いにしえよりその美しさをめでられてきた三春滝桜を訪ねてくることができました。想像を超えた美しさ、存在感に圧倒されました。必ず来訪し、朝から夜まで日によって変化する姿とライトアップした夜景を楽しみたいです。最後までご清聴ありがとうございました。登録よろしくお願いします。